平面のものが立体になったらいいなと思ったことはありませんか？フィギュアとかね。今回立体にするのはこちら、かの有名なゴッホが描くのひまわりを使わせていただきます。実際の大きさの12分の1スケールで印刷しました。本物はもっと茶色っぽいですが、絵の具が紫外線で劣化してこの色合いになったそうで、本来はもっと鮮やかな黄色だったらしいです。花びらの落ちた後ではなく、八重咲きのひまわりだったということですね。ただ印刷したものだと味気ないので、上から絵の具で筆跡をつけます。どうでしょう？少しは描いた感が出ましたでしょうか？印刷しただけのものと比べるとこんな感じ。より色味をはっきりさせています。ではいよいよ立体化に進みましょう。まずは花瓶からひまわりに隠れている部分を私なりに解釈してみます。こうだ、この形で作りましょう。積粉粘土での造形はこちらの動画も参考にしてみてね。こんなもんかな。外側が乾くのを待ちまして、中身をくり抜きましょう。仕上げは完全に乾いてからね。次にひまわりを作りましょう。全部で15本あります。茎からいきましょう。使うのは紙巻きワイヤー。大体の長さを決めたら15本同じ長さにカットしてぬりぬり。できました。次に真ん中の部分を作ります。花びらに隠れていても枯れてむき出しでも基本は同じ作り方です。丸いパーツにくぼみをつけて均等に小さな穴を開けます。できた。これをあと14個作りました。ちょっと気持ち悪い。先ほどのパーツを取り囲むように小さな花びらを密集させると八重咲きひまわりが表現できます。とにかくたくさん花びらを作りましょう。粘土を雫型に成形したら針を押し付けて溝をつけます。これをとにかくたくさん。はい、大きさを変えて3種類作りました。多分まだ全然足りないので後で追加しておきます。花びらは一旦置いておいて額を作りましょう。花が満開の時の額はペタッとしていますが、枯れてくると反っていきます。花ごとに状態を変えて作りましょう。満開状態用の額と中心パーツができました。次に枯れかけている花のパーツ作りです。先ほどよりも細長く成形して爪楊枝で大きくカールさせます。中心パーツと接着するとこんな感じです。花ごとにバランスを見ながら作りますね。わあ、できたできた。これだけでもいろいろな表情があって面白い。そうこうしているうちに花瓶が乾いたので仕上げをしてしまいましょう。きれいきれい。ぴったり。色塗りしましょう。絵と比較しながら色を作って、まずは下半分。下半分が塗れたら上半分です。このくらいかな。同じく塗り塗り。いいんじゃないでしょうか。ここの真ん中のラインですが、実際にラインがあるのかがちょっと謎。背景のここにも同色のラインがあるので色味のアクセントなだけかな。ひとまずサインから書きますか。フィンセント、ウィレム、ファン、ゴッホのフィンセントですね。ピントが合いませんね。ちょっと鮮やかすぎるかな。あとやっぱりラインがないと寂しいので書いちゃえ。どうでしょう。少し色味もくすませました。
ライン引いて正解ですね。よりそれっぽいひまわりにも色をつけましょう。形を作っている時にも説明しましたが、満開状態と枯れかけは形だけではなく色も変えていきます。満開状態では萼も中心も緑色です。ひとまずこんな感じ。枯れかけの花は萼の色も濃く、中心も茶色く変化しています。それぞれ個性があるので観察しながら塗っていきましょう。下塗り終わり。次真ん中ね。塗り終わり。遠くの花や隠れている花の分も塗ります。ひとまずこれで OK。 花びらをつけましょう。満開の花たちはいっぱい作ったこちらを使います。花びらに1枚ずつ着色していきます。3サイズとも塗り終わりました。枠真ん中パーツに接着していきましょう。1周終わり。隙間を埋めるようにして2周目に移ります。2周目、3周目、もっと中心まで花びらがありますね。というわけで4周しました。細かい調整をするとして基本はこの感じで進めます。2本作ったところで案の定花びらが足りなくなりました。追加しよう。これだけあれば足りるでしょう。はい、できました。丸々していて可愛いですね。次にしおれかけている花です。中心パーツに合うように花びらを作っていきましょう。わざと湾曲させたり大きさがバラバラな花びらを作りました。絵画の形に合うように接着していきます。どうでしょう。なかなかしっくりきているのでは。残りの花たちも作りましたよ。それぞれ個性的な顔つきで素敵。まっすぐな茎のままでは花瓶に飾ることができないので曲げたり長さを調整しないとね。配置を決めるために粘土を花瓶に詰めてクッション代わりにしましょう。ざっくりですが形は決まりました。ちょっと回りくどいですがここから本接着をしていきます。てってれー。あとは色味を合わせましょう。いいね。あ、葉っぱ忘れてた。サクサク作りましょう。これでほぼ完成です。あとはニスを塗ったら出来上がり。